おはようございます。加藤です。マレー半島を縦断する旅もですね、15日目になりました。僕が今どこにいるかって言いますと、貿易の開港都市としてすごく有名なマラッカに来てます。で、これがマラッカのジョンカーストリートですね。一番有名な通りなんですけれども、ジョンカーストリートって名前の割には、めちゃくちゃチャイナタウンですね。もう本当チャイナタウンって感じですね。マラッカは、ポルトガル、オランダ、イギリスに植民地支配を受けた場所なんですけれども、やっぱりマレーシアって華僑の力が結構強いんだなっていうのがわかります。あっちがですね、もうすぐそこに見えてるんですけど、オランダ広場って言って街の中心地です。で、そこからこうやってメインストリートが続いてるわけですけど、すごいですね、門があるんですけれども、英語は書いてないけれども、まあなんとなくマレーシアと中国、国交50周年記念みたいなこと書いたんですかね。なるほどな。それにしても、本当に中国のですね、観光客の方めちゃくちゃ多いですね。普通にレストラン入ったりお店入るじゃないですか。まず最初に中国語で聞かれたりします。なんか、中国語、皆さん勉強してるんですね。そんだけお客さんが来るってことですね。本当にここの繁華街、今も通りバーっと見てですね、観光客の8割ぐらい中国人じゃないかな。すごいですね。立派なもんですね。西雲ってチェン風店っていうらしいですけど。おー、立派だ。はい。立派なお寺ですね。先ほどのジョン・ウォーカーストリートからですね、一本奥に入ったところにありました。なんか Google マップによれば、これはマレーシアで一番古い中国系の寺院だそうです。まあ、確かに古いでしょうね。今パッて見たら、道地とか皇朝24年って書いてありますね。秦の同治帝や皇朝帝の時代のものなんでしょう、これ。確かに古いな。でも仏教だけの寺院ではないですね。ああ。へえ。仏教とかですね。これは仏教だけど。すごい切れ長だな。中国的な顔立ちの仏様ですね。ああ、なるほど。ここは仏教とか道教とか、下手したら儒教とかかな。そういうのがいろいろ混ざってるお寺ですね。あの、日本だとなんかいろんな宗派やいろんな宗教が混ざってるお寺って非常に少ないですけど、海外だとちょこちょこありますね。中国とか、あとは東南アジアの中華系寺院だと、2つ3つ一緒になってるのって結構あるんですよね。これもそのうちの一つでしょう。ああ、なんかやっぱり修復するたびにここら辺に寄付した人の名前とかが入ってるんですかね。
1862年同治帝の時代とか、1894年光長帝の時代とか、そういう時代にやっぱ修繕したりした、そういう記念碑があるんでしょう。1645年創建って書いてありましたけれども、まあ確かに古いけれども、中身はすごい綺麗ですもんね。そんなに古くてボロボロなわけがない。東南アジアの中国系寺院って本当に絶対このアセンブリホール持ってるところですよね。やっぱ集会所としての意味合いがすごく強いんでしょうね。そしていつもありますね、この1000人が住んでる岩の山。お腹減ったんでお店入ろうと思って、このザ・デイリーフィックスっていう店に来てみました。なんか一番有名なのはこのチーズハンバーガーだそうでした。まあ、確かにすごい美味しそうです。でも、なんか驚いたのはこのジョンカーストリートっていう通りで、一番有名で一番人気が高いのが、このハンバーガー屋さんというか、この普通にウエスタンの食事屋さんってのは驚きですね。一応マレーシアなんですけどね。いただきます。美味しい。すごい。すごいですね。いただきます。バーガーが二重になってて、普通のチーズとチェダーと重なってますね。いただきます。めちゃくちゃジューシーなチーズハンバーガーだ。確かに美味しい。美味しい。このセットでコーヒーも頼んで1800円ですね。まあちょっと観光地価格でしょうね、多分。そこら辺のお店だと、ローカルフードだと1000円しないで食えるものばっかりなんで、ちょっと高いんだと思います。でも美味しいな、これは。ビーフ 100% じゃないかな。まあ、ちょっと高いのしょうがないですね、これは。まあでもマレー料理にちょっと疲れたら、すごいいいかもしれないです。オランダ広場の裏の方に来たんですけど、ここに定和本物記念楼っていうのがありますね。ギャラリー・オブ・アドミラル・チェンホー。チェンホー定和だと思うんですけど、めちゃくちゃ興味あって入りたいんですけど、残念ながら閉まってます。めちゃくちゃ残念ですね。定和って、明の永楽帝の命令を受けて、規模法を回って、大遠征をする中国の海軍の、有名な将軍ですけれども、マラッカに来てるんですよね。いやー、マラッカを経由して、アフリカの方に行っております。これが定和の像なんでしょうね。めちゃくちゃ興味あるけれども、中見れないの残念だな。どなたかぜひ中見てみてください。どんな展示がしてあるのか、めちゃくちゃ興味があります。マラッカ王国ってできたばっかの、1400年初頭ぐらいは、タイですね。まあ当時シャムというか、アユタイ王朝ですけど、アユタイ王朝にめちゃくちゃ、まあ虐げられてるって言うとなんですけれども、かなり属国的な扱いを受けて、厳しい状況だったんですよね。で、その後、マラッカ王国って、その状況を改善すべくですね、明に朝貢をします。朝貢して、朝貢って朝見ですね。朝見して、まあ、明の庇護を受けながら、国政を回復していくっていう感じなんですけれども、その一環で、平和が来てるはずなんですよね。
競馬の記念館があるんですね。さっきの資料館は空いてませんでしたけども、競馬の記念館が別途あることが、チャイナタウンの中にあることが分かりましたので来てみました。すごいですね。やっぱ、この大船団を率いて、競馬は来てたそうですね。アドミラルチェンフォー。これ競馬ですね。これ明朝の時代の大砲なんですって。競馬の乗ってた機関は、これみたいですね。これ当時のお茶薬品とか、そういうものも持ってきてたと。当然貿易のためにも来てるから、こういうのも必要なわけですよね。結構中国って社機をちゃんと持ってくんですよね、世界中に。商売の種っていうのもあるでしょうけど。競馬が来た時のマラッカはまだこんな感じのすごい田舎の漁村レベルだったそうです。大船団ですね。なんか2万8000人も人員がいて、それで航海してたそうですけど、こらすごいな。こんなんが海を渡ってくるわけですから、随分威圧的ですよね。マラッカもすっかり夜になりました。ちょっといろいろ観光してたんですけれども、すっごく雨がやっぱバーって降ってきちゃいまして、結局にホテルに戻って仕事してました。なんか調べたらですね、マラッカって11月が最も、モンスーンの季節で、雨が降るみたいですね。だからまあしょうがないっちゃしょうがないんですけれども、ちょっと残念ですね。もうちょっとマラッカ堪能してから、出発したかったです。インルームダイニングで頼んでみました。チキンボロネーゼとシーザーサラダですね。インルームダイニングしてる割には2500円ぐらいなんで、そこそこ安かったです。で、これチキンボロネーゼなんですよ。やっぱ面白いなと思って。イスラム教徒もいればヒンドゥー教徒もいる、そういうマレーシアっぽいですよね。牛でもなく豚でもなくチキンでボロネーゼなんだと思って。別にボロネーゼが食べたかったわけではないんですけど、あまりにちょっと面白かったんで頼んでみちゃいました。いただきます。おいしい。やっぱチキンのボロネーゼってちょっとあっさりしてますね。豚とか牛に比べるとやっぱあっさりですね。このマラッカを代表する博物館がですねあるんですけれども、スルタンパレスっていうのと、あとオランダ広場の目の前に一つあるんですけど、なんか両方ともですねたまたま今日まで休館だったんですね、改装のために。でもマラッカのためだけに今回来てるわけじゃないですからね。マレー半島縦断、もうビエンチャンからシンガポールまで行くために鉄道乗ってる旅行してるんで、しょうがないっちゃしょうがないですね。これでマラッカでは2泊したことになりまして、明日は朝からですね電車に乗って今度はマレーシアの最南端ジョホールバルに向かいます。ジョホールバルからゲマスっていう駅まで行きます。ゲマスはですね、このマレーシアの鉄道ってウエストコーストラインとイーストコーストラインっていうのがあって、それが重なる場所ですね。そこまで結構速い高速鉄道みたいなのが走ってるんですけど、そこから南行きはなんかちょっと各駅停車みたいな、いわゆるコミュータートレインですね、通勤電車みたいなのに乗り換えていくので結構時間がかかりますね。5時間25分かかります。そのゲマスってところからジョホールバルまで。一旦僕はマラカ駅っていうところまで戻るんですけれども、マラカ駅からはそのゲマスまでは18分しかかかんないですね。タンピンって駅から今回マラカまで来ましたけど、タンピンとマラカ駅っていうのが隣の駅なんですけれども、北から来るとタンピンで降りて、マラッカまでタクシーで来るのが
電車では一番便利です。ただ南に下ることを考えると、僕はタンピーに戻るんじゃなくて、マラカ駅の方に行って、でそれから南に戻る方が、南に行く方が少しだけ早いって感じですね。僕みたいにマレー鉄道にこだわってるわけじゃなければ、バスとかタクシーで行った方が全然近いらしいです。電車に乗っていくって話をしたらですね、周りの人たちもなんでそんな時間のかかる無駄なことするんだみたいなこと言われちゃいまして、アメリカ一緒の時も感じましたけど、やっぱ車の方が早いですね。日本って鉄道の方が基本的に何でも早いじゃないですか。新幹線だったら当たり前だし、新幹線じゃなくても普通の電車も車より早いことが結構多いと思うんですけど、で結構日本はそうだけど他の国はそうでもないことが多いですよね。マレーシアはまさにそういう感じで、マレー鉄道なんか乗るよりも車で行った方が早いよなんて言われちゃいました。というわけでですね、15日目はこんな感じでもう終わりにしたいと思います。どうもすみません、ありがとうございました。失礼します。